はい、技術の進歩のおかげでゲーム開発がより簡単になったと思われる部分はどこですか？新しい方法や、仕組みを採用せず、古い方法で制作する利点があることはありますか？その反面、新しい方法を採用する利点は何ですか？はい、まず、ちょっと端的にお答えするとですね、常に新しい方法を模索しないとゲーム開発はできないと思っています。昔のやり方から学ぶことっていうのはもちろんありますよ。ありますけども、ゲーム開発はもうこの5年、10年って言わず、なんなら去年使ってた技術も今年より新しい環境で、新しい技術で、新しい、いわゆる効率化ですね、をやっぱ考えて、ツールを作ることもその一つですけども、例えば、市販されているもの、別の、開発者が作ったものでも売られているものの、プラグインだったりツールっていうのはやっぱりいっぱいありますので、そういったものを積極的にやっぱ採用して、より効率のいい、開発、よりミスの生まれない、よりいいものが作りやすいやっぱ環境っていうのは、常にやっぱ構築していくべきだと、思っています。一方で、それが大前提ですよ。一方で、やっぱり、気になるのは、これも本当、うちの社内も一言ではなく、長くね、このゲーム開発の仕事をやられている人たちは、ちょっと心当たりもあるんじゃないかなと思いますけども、やっぱり、プレイステーション1とか、ニンテンドー DS の頃の、やっぱりゲーム開発を知ってる人たちっていうのは、やっぱり一つ一つのデータを制作するときにですね、これはもう特にアーティストなんか今、すごく膨大な量のデータを扱ってるんですね。で、いくら PS4 や PS5 になってメモリが潤沢に使えるようになった、何ギガもあるとかね、やっぱ速度が上がったとかって言っても、結局どっかでやっぱメモリの制限はありますので、無駄なデータを作らない。これはもう絶対に鉄則なんです。で、昔はやっぱりそもそも動かない。容量が少なかったから。なので、我々は表から見えてる部分はこうやって作るけど、裏が絶対に映らないんだったら背中のポリゴンを消したりとか、削ったりとかってやっぱしてたんですね。で、足の裏が絶対に見えないんだったら足の裏はもう削っちゃうとか、そういったことをいろいろやっぱ工夫して、なんとかメモリに載せられるように、本当1ビット、1バイトっていうものを削るためにデータをやっぱ作ってきてたんですけれども、今はやっぱすごくその辺が大きいデータを扱うようになって、テクスチャー1枚にとっても、本当にこれってそのサイズいるのっていうような、いわゆる画面の解像度に対して、それ以上大きくならないんだったら、その大きいサイズのテクスチャーを使う必要なんか全くないよねっていうようなことっていうのは、実は結構やっぱり世代間ですね。やっぱ今入ってきている若い、開発スタッフなんかはやっぱその頃の、いわゆる本当言い方悪いですけど、耳っちい、せこくデータを削っていくっていう、その積み重ねで何度か動かしてて、クオリティを上げてたっていう部分の感覚をやっぱお持ちじゃないので、最初からフルカラーでやっぱやってるわけじゃないですか。昔は16色しか使えなかったわけですから、テクスチャーも。なので、その件のやっぱ感覚は、みんなやっぱ開発スタッフ等しくやっぱ持ってほしいなって思いますし、一昔前だったらね、やっぱ無駄なデータなんかを入れてたりとかすると、プログラマーからもずいぶん我々も怒られてましたから、その感覚は今でもやっぱちゃんと開発スタッフは大事に、持って仕事をしてほしいなって思います。なんで、昔の作り方というか考え方はですね、そもそものですね、そこはやっぱ普遍的な部分だと思いますので、いくら容量が上がったとはいえ、必ずどっかで限界が来ますので、その中でできることを最大化していくっていうことを開発者の皆さんは忘れずにいきましょう。ちょっとね、業界向けの話になっちゃいましたけども、以上です。では、また。